ちは、大賀祐介です。今回はスマートフォンだけで撮影編集してセンスのいい動画を作る方法についてご説明したいと思います。今回なんですけど、以前から僕がチュートリアルしてる動画っていうのは基本的には一眼レフとかこういうね PC とか揃えてる方向けのコンテンツだったんですけど、やっぱり誰もが持ってるものって言ったらやっぱりスマートフォンなんですね。でこのスマートフォンで動画に携わる人もかなり増えてきてると思うんですね。今回はそういう15秒ぐらいショートムービーをスマートフォンで撮影して編集する、この簡単な流れを誰もがねセンスのいい動画を作る方法について僕なりの意見をご説明したいと思います。撮影の技術から入るんですけど、このスマートフォンアプリをまず開いていただいて、設定を開いていただきます。カメラ設定を開きます。でまず、カメラ設定ですね。こちらのスマートフォンのカメラを設定していただいて、まずねデフォルトだとこのグリッドっていうものが入ってないんですけど、グリッドボタンをまずオンにしてください。そうすることによって、カメラにこういう線がね、9つに、分解されるので、その構図のねバランスをしっかりと可視化することができるので、まずこの設定をしっかりとやってみてください。で次ビデオ撮影なんですけど、これ基本的にはフル HD の、30フレームがデフォルトなんですけど、それを60フレームにしてください。映像っていうのは1秒間に何枚の写真が入ってるかってことなんですけど、デフォルトは1秒間に30枚けど、今僕が設定しているのがフル HD の60フレームなので、1秒間に60枚の写真が入っているということなんですね。そうすることによってスローモーションにしても基本的にカクつかずに、動画を再生することができるので、基本的に、スローモーションで映像編集したい場合は60フレームとか120フレームで撮ってみてください。で次にスローモーション撮影なんですけど、これ120フレームか240フレームが選べて、より速いものをスローにしたい場合は、240フレーム、例えば雨のシーンだったりとか、F1 のレーサーとかね、そういう速いものを、目で追うのが大変な時は240フレームとかね、かなりスローモーションの設定で撮影していただければゆっくり、映像を映すことができるので、これも一表現としてはお勧めいたします。はい、以上でカメラ設定は終了です。動画を撮影する際の注意点なんですけど、例えば1分間ぐらいね、ぶっ通しで撮影するっていうよりかは、自分が求めてるものを3秒から5秒ぐらいで、サクッと撮影してそのクリップ数を多くする。僕は基本的に5秒以内ですね、5秒以内でカットを撮影してそれを撮り続けてます。そうすることによって、クリップがいっぱいあって、その秒数が短いと編集するときにすごく分かりやすいんですね。それは編集していただければとても分かると思うんですけど、なるべく長いね、長尺の動画を撮るんじゃなくて短い動画をたくさん撮るようにしてみてください。でこういうビデオモードで普通にこういう風に自分が撮りたいものを撮影していただく。でその時意識していただきたいのが、しっかり片手で撮るとやっぱりブレてしまうんですね。両手でしっかり持って撮影することによって多少なりともね手ブレ補正になるので、しっかりと両手で持って撮影してみてください。で普通にビデオで撮影するのもそうなんですけど、やっぱりその映像的にすごく印象的にするには、普通の撮影と例えばスローモーション撮影と、あとタイムラプス撮影とか、やっぱり表現の幅を変えることによって見てる人もやっぱりあっと驚くというか、ちょっとまた違った表現方法になるので、ぜひ試してみてください。撮りたいものを撮って撮影が終わったらあとは編集なんですけど、今回僕がおすすめする編集のアプリがですね、インショットというものとなっておりまして、写真とかのね、アルバムとかコラージュも作ることができるんですけど、今回はこのビデオ編集モードを使用したいと思います。まずねこのアプリの良さを、いくつかご説明したいと思うんですけど、まず、基本的にね動画をトリミング、自分がいらないシーンをね調整することもできますし、これはまず基本操作としてあります。でキャンパスって言ってこの映像のサイズを調整することができるんですね。その画角がたくさんあって、1対1インスタグラムの正方形にすることもできますし、それこそインスタグラムの縦型の投稿ねとかにもできますし、 YouTube 用の16対9横の動画ですね、横の動画にすることもできるので、自分が発信したい SNS によってこの構図を変えていただければなと思っております。フィルターというものがありまして、僕がこのインショットを愛用している理由がですね、やっぱりこのフィルターの数がすごく多いんですね。例えば女性を撮影した時だったらちょっと明るめの色味だったりとか、ちょっとシネマティックにヴィンテージ寄りに作りたい場合もしっかりとそういったカラーリングもありますし、ちょっとその僕が好きなティールオレンジっていうかっこいい系の
オレンジと青系が強い色味ももちろん入ってるので、その色味の表現の幅もすごく広いのかなと思ってるので、このインショットを使用しております。はい、次に音楽なんですけど、多分編集するときに自分が好きな音楽で編集すると思うんですけど、このインショットにはもう著作権フリーのね音楽がいくつかもう入っておりまして、この音楽を使用する場合は、SNS どこに上げても著作権に引っかかることがないので、そういった点でもね、音楽が充実しているという意味でこのインショットはすごくいいなと思っております。どうしても自分がこの音楽で制作したいとか、本当思えるだけ友達に共有するためだけに動画編集を行う方は、一応 iTunes からインポートすることもできるので、 iTunes で自分が好きな音楽を購入していただいて、そこからこのアプリにインポートすることも可能なので、そこで、自分の好きな音楽に合わせて編集をしてみていただければなと思っております。その他の機能として、ステッカーとかテキストとかで、こちらの速度ボタンっていうのもあって、速度ボタンをこの 0.5 にすると、先ほど60フレームで撮影したものが、スローモーションですね、2倍にスローモーションになるので、この機能はよく使います。あとはこのアプリで撮影編集したものをね、書き出しをして SNS にアップロードするだけです。音楽に合わせてシーンをカットする、ちょっとスピードを上げたりスピードを速めたりすることによって、見てる人もねすごく印象深くなるので、それも試してみていただければなと思っております。はい、今回はスマートフォンでね撮影編集で、センスのいい映像をね、作って発信する方法についてご説明したと思うんですけど、この動画をね参考にして旅先とかいろんなところに行った時に思い出としてね、映像を表現していただければなと思っております。はい、そんな感じで以上となります。本日はどうもありがとうございました。